やっほーい、こんにちは、にゃんでーす。今日は梅雨も似合う感じの女の子のメイク。ザ・夏っていうよりもアジサイみたいな可憐な爽やかな感じのメイクをしていこうかなって思います。カラコンはハパクリスティンブラウンをつけていきます。バルバの下地をつけていきます。パープルを使ってるんだけど、9点の目代わりでブルーの新作も買ったので早く試してみたい。これは保湿感があるんだけど気持ちベタつきやすいなっていう印象なので、もうちょいさっぱりしてくれたら嬉しいけど、ダルガ自体が全体的にパリではないからどうだろう。こんな感じ。下地を塗ったらちょっとなじませるために少しだけ時間を置きます。余裕がある時は5分ぐらい置いてほしいんだけど、そんなないよって人は2分ぐらい置いてティッシュとかオフですると結構肌に浸透してメイク崩れしにくくなるのでおすすめです。最近ハマってるゲームがありまして、猫集めっていうゲームなんだけど、見てこの魚サンマのおもちゃでこうやって遊んだりとか、あとねマカロンの寝てたりとか、あとかわいい見て、ひんやりのところで寝てたりとか、ボールに入ってる猫ちゃんとかもいて、気づいたらいろんな猫ちゃんが現れるので最近めっちゃハマってて、お部屋とかももっといろいろ飾れるのかな。まだ始めたばっかで全然やり方とか詳しく分かってないんだけど、今は地道にご飯とかおもちゃをちょこちょこ買って煮干しを集めていっぱいの猫ちゃんに会えるように楽しんでおります。そしたらちょっと馴染んだと思うのでティッシュオフしていきます。フェイクメイクのファンデを使っていきます。今日は17番を使っていきたいと思います。ちょっとね色は軽いんだけど少量だけ塗りたいと思うので、あとさっきのセンテラのデカンプルを入れてます。私トゥベールをおすすめしたと思うんだけど、トゥベールはファンデのゆるさがあんまり変わらないので、ファンデがちょうどいいカバー力の人とかカバーしっかりしたいよって人はトゥベールがおすすめで、逆にこっちはめっちゃ水っぽいんで 2,3 滴入れてるんですけど、水っぽいからファンデも水っぽくなるんですよ。だから夏ちょっとカバー力薄めでいきたいなとか薄くなりたいなって人はこういうちょっと水っぽい水分力のあるアンプルを入れると化粧が密着して長持ちしやすいなと最近思いました。ファンデの質感を変えたくないよ、カバーはしたいよって人はトゥベールとかちょっともったり系のでもベタベタしない保湿力のあるやつがいいと思います。で最近はまたスパチュラをちょっと久々使っておりまして、こう塗っております。夏は結構薄付きに塗った方が崩れづらいので、暑くなってきてからはまたちょっとスパチュラ使っております。伸ばすのが難しいファンデもあるから、水っぽすぎるファンデとかは結構スパチュラで伸ばすのが難しいなって思ったから、少しちょっとこってりめのファンデの方がスパチュラで伸ばしやすいのって。今はパフが乾いた状態で塗ってるんだけど、濡らしてしっかり絞ったパフの方がツヤツヤで水光感ある肌に仕上がる感じ。公式のやり方にもそう載ってたので、このパフはそっちの方が綺麗に塗りやすいのかも。アンドビーとかは濡らすとちょっとカバー力が落ちる気がして乾かして使う方法も好きなんだけど、 AOU の03番のチークをパウダーを塗る前に仕込んでいきたいと思います。こんな感じの紫、めっちゃアジサイっぽい。これを仕込んでおくとちょっと透明感が
ピンクの頬に仕上がるのでおすすめです。パウダーの後に塗っても全然大丈夫だったから、パウダーの後でもいいと思うんだけど、相性とかによってはモロモロしちゃったりとか、パンデが剥げちゃったり崩れちゃったりすると思うので、なるべくはパウダーの前に仕込んであげると失敗しないかなと思います。エレガンスを塗っていきたいと思います。このパウダーがないと本当にやっていけないで、高いからなるべくその長時間で歩く日に優先して使ったりとか、短時間だけ遊ぶ日とかちょっと出るよって日はなるべく使わないで、ちょっと安めでいいパウダーもあるのでそっちを使ってるんですけど、このふんわり、やっぱ可愛い。全体的に薄く塗っていきます。カラコンをお気にハマってたじゃないですかまたちっちゃめに戻しました本当に私は優柔不断というか、いつも試行錯誤をしている人間なので、大きくしよう、ちっちゃくしよう、濃くしよう、薄くしようっていうのをもう永遠に繰り返しております。そしたら次が小豚ちゃんパレットのこの色をちょっと取って薄く塗っていきます。涙袋も全体的に塗っていきます。最近 MBTI 変わってるかなと思って久々にやり直したんですよ、診断をね。もうちょっと違う色の MBTI 見てみたいなと思って、青とか黄色とか出ないかなと思ってちょっと期待を込めて診断してみたわけですよね。全然 INTPA だった。あれ変わんないのかな、私なんか変わるのかなと思って期待も込めてちょっとやったんだけど、昔に INFP 緑が出たことがあって、でいつも INTP なんだけど F と T がもう結構 50%、40% ぐらいの確率、 INFP が出るかなとも思ったけど全然 INTP でしたねでその結果をね、妹に言ってみたわけですよ。これ INTP だったみたいな。妹はお姉ちゃんは INTP だよってだって全然泣かないじゃんって言われて、感情がいい意味でも悪い意味でもなぎ、確かに私全然泣かないな。 F の人って結構泣くんですかね。 T でも泣く？私の感情が死んでるだけ。タンメイクの15番、この目尻のところをなぞって、あとは目頭ちょっと上下っていう感じで、私はちょっと横長な目にしたいので黒目の下はやらずに、この黒目の下ぐらいまでで、ここもこう黒目の下のに行かないぐらいまで引いてます。サンリオ行った Vlog を一緒に撮ってくれたお友達、そのお友達とその進撃の巨人の 4DX が見たくて見てもらったんですよ。したらなんかこのシーンめっちゃ泣いたみたいに言ってきたんですね。で泣くシーンあったかなって思って、なんか私進撃の巨人ってなんか圧倒されちゃってなんか涙が出てこないんですよ。悲しいとかが追いつかずに、うわ衝撃でなんかどんどん進んでいっちゃって、何回か見返して進撃2回目3回目でもみたいな悲しい涙っていうよりもワーオみたいな、衝撃残酷みたいな感じであんま泣いたことがなかったので、進撃って泣くシーンあったんだって、いっぱいあるんだけど、なんかすごい再確認しましたね。そっか、こういう時泣くんだみたいな。
感情を勉強しました。ビューラーで上げていきます。中上村のやつを使っております。目によって違うからさ、ビューラーってなんか何がいいかほんと人それぞれだよね。マスカラはワンジョンヨです。あ、見てねんねんねんかわいい。いっぱい書いてある。シュークリームとかパフェとかシャーベットとかもあります。でも結構伸びるよね。すごっ。で、私作家さんまつげなんで下まつげめっちゃ大変なんですよね。何度やっても難しい。頑張れ。綺麗な海を見に行きたくて、沖縄とかすごい綺麗だけど沖縄以外の海とかも見に行きたいなーって。アイラインを引いていきたいと思います。でさで横に流すかな。さっと、こんな感じ。おウキウキウキ。成功成功。その落ちないアイラインってほんと勝負だから、目のラインに沿わせてシュッ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 。よきではよきでは。こんな感じで、あまり引かずに、ちょっとはみ出るぐらいの感じで描いてます。目頭のところにもちょっとこんな感じ。なんか筆次第でキャンメイクのクリーミータッチライナーよりなんか繊細な目頭を描けるので、メイクがあんまり慣れてないよって人はもしかしたら難しいかもしれないけど、結構メイク慣れてますって人はめっちゃいいと思う。いいじゃん。スピシピのグリッター102番。一応限定色だったっぽいので売ってるかわかんないんですけど、ピンクゴールドっぽい感じの、ちょっと目の下のところにちょんちょんって、この下の方に、ここら辺ねっていうこの目の際にちょんちょんちょんって、こんな感じ。シェーディングを塗っていきたいと思います。私がいつも使ってるジュディドールとキャンメイクのシェーディングを比べると、ジュディドールの方が黄みが強くてキャンメイクの方がピンクみが強い感じで、私が今使ってる4番のカラーが多分一番キャンメイクの中でも赤みが強いタイプだと思うんだけど、結構ブルベっぽいメイクをしたい時とか、あまり黄み感を出したくない時に使ってます。メイクのパウダーは結構ふわふわしててめっちゃがっつりっていうタイプじゃないので、筆が密集してるやつの方がしっかり塗ってくれていい気がします。輪郭もそのシェーディングはキャンメイクの方が好きなんだけど、ハイライトはもうジュディドールも1本なので、混ぜて使って鼻にシュッシュッシュって塗って、で次はおでこ、この目の下のところにポン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 、次は鼻横のところにポン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 、顎、口角かけませんように、こんな感じ。本当にこれが大好きすぎて絶対にこれは欠かせないっていう感じです。チーク、エルスチャートのパステルペタルブラッシュ04番です。これめっちゃ可愛くて、もう愛用品というかお気に入りなんだけど、こんな感じ。ここにポン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 ってすると、こういう青みピンクがふわーってかわいい。こんな感じ。この色まぶたと涙袋塗っていきます。結構私が青が吸収されちゃってオレンジっぽくなったりとかコーラルピンクになりやすいんですよ。だからそういう時は結構上から青みの色を重ねてあげると結構いいので、こういう1個すっごいこれだけで使うと青すぎるだろうみたいなアイシャドウを持っとくと意外と便利だったりはします。
もう結構濃い赤をクリーミータッチライナーで塗ったところを足していきます。こんな感じ。かわいい。ちょっといっぱい後からね足してやってるんだけど、すいません。そしたら次は私の大好きなフォーエバーグロールミネーター03番ピンクヘイロー。こんな感じのピンクゴールドっぽい感じで、うわ、すごい、すごくない？きれい、かわいい。で、次目頭、シュッ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 。あ、次はこの頬のところにビスのアイライナーでこうちょっと下塗って口角でなじませます。パートパーセントの4番。最近話題になってて可愛くてゲットしちゃったので、じゃーん、キャンメイクのムチプルティント08番です。こんな感じ。かわいい。そしたら最後にフィーのボリューミングティント01番中心に塗っていきたいと思います。じゃーん。そしたら髪の毛をセットしてお洋服も着替えていきたいと思います。じゃじゃーん、できましたー。スナイデルのワンピース、ちょっと可愛くて一目惚れして即買いしてしまって、梅雨とか夏すごい爽やかで可愛いなと思ったので、アジサイっぽい感じのメイクをしたくてピンクラベンダーっぽいメイクを意識しました。これからちょっとどんどん暑くなってくると思うので、でもそれに合わせてもうちょっと夏っぽいメイクもたくさんしたいなって思ってるし、あっという間にね秋服が売っている。やばい早すぎる、気が早すぎる。どんどんね過ぎ去ってしまうと思うので、ちょっと夏全力でお姉さんっぽい雰囲気で、久々ちょっと髪の毛も暗くしたので暗めで可愛く楽しんでいきたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。